Hi guys! JFK ことジオフランシスカウントです。はい、今日は、また、ゲストにリカちゃんをお呼びして、今日はね、僕とリカはアメリカに留学してたっていうこともあって、アメリカでの留学生活についてちょっと振り返りたいと思います。はい、リカさん今日お願いします。はい。また前回から引き続き、皆さんちょっとまたこいつかよって思うかもしれないんですけど、よろしくお願いします。お願いします。で、リカはね、ね、僕たち、今年の1月からうん。5月ぐらいまで、リカは8月ぐらいまでいたんかな。だけど今うん。年のアメリカで起こっているいろんなことってすごい歴史的なことばっかりだなと思って、うん。うん。うん。例えばさ、1929年大恐慌以来の経済危機がやってきたじゃん。うん。で、1960年代以来の大規模な、なんか人種問題に関する抗議運動うん。うん。うん。が起こって、で、パンデミック、うん。コロナ規模のパンデミックに至っては、1918年ぐらいかなの、あれじゃん。スペイン風邪以来っていう、すごい歴史的おー。なイうん。ベントを僕たちは、アメリカで経験したと思うけど、うん。まあ、まあ、だ、で、そういったことを、いろんなことを経験、アメリカした中で、うん。なんか一番印象に残ってるものがあったら、ちょっと教えてほしいです。はい。あれだよね。やっぱり、留学をしていて一番印象に残っているのは、うん、ブラック・ライブスマターのうん、運動かなと思っていて、うん、なんだろう、リカはその時、親戚の家にもう、なんかコロナでずっと家の中にいて、うん、外に、スーパー行くぐらいしかなんか、外出しうん、なかったんだけど、うん、テレビですごいさ、ニュース、アメリカの主要なそのメジャーなテレビ局どこでもさ、うん、そのこと報道してたじゃん。うん、だから、なんか、すごいテレビ見てるだけでも、なんかアメリカが大変なことになってるなっていうのを思ったうん、し、で、さらに多分、これから話していくと思うけど、二極化うん、民主党とさ、共和党の人がさ、うん、とか、ブラック・ライブスマターのその運動支持者とそうじゃない人ですごくさ、二項対立みたいなのがあって、うん、なんか、すごく大変な時にアメリカに入れたなって思った。うん。その、人種、ブラックライズマターの抗議うん。とか、うん。実際に見る機会はあった？近くで、それやっうんうんうん。てた？いや、リカがそのコロナの時にいた場所はいなくて、うん、近くにね、町の近くじゃなかったから、でも、留学先で行ってたそのタンパ、フロリダうん、州のタンパってとこなんだけど、そこは、友達とかが普通にその BLM のその運動に参加して、うん、政府とか警察に自分たちの意見を伝えたって人もいたし、またなんか、逆にその運動に対して、うん、ちょっと否定的な意見を持っている人もいた。うん。うん、そんな感じかな。なるほどね。うん。うん。僕に、うんうん。関しては、ちょっとアメリカ、うん、なんか、コロナがあって、いろいろ、どんどん社会がそのパニックになっていく中ですごい、そのアメうん。リカに行って思ったのが、誰がリーダーであるかってすごい大事なんだなっていう。あー、なるほどね。うんうん。そう。例えばさ、なんか普段生活してて、誰が市長なのか、誰が知事なのか、誰が総理なのかって、うん。考えなくても生きていけると思うのね。うんうん。だけど、こういった、危機的な状況に陥った中で、やっうん。ぱり、良くも悪くも、うん。一人の人間の手に、すべて、かかってるんだなっていう。その一人ってうん誰うんうん。かっていうと、国のトップ。うん。県や州のトップ。大統領とか。そうそうそう。うんうん。確かに。で、今のアメリカ、僕がアメリカに行った時もそうだけど、今のアメリカの、混うん。乱状況っていうのは、うん。結構そのリーダーのうん。影響がすごい大きいと思ってて、それ誰かっていうと、トランプさん。うんうんうん。全然、なんか安心ができなかったのね。うん。もうなんか毎日、僕は、
大学が、その、シャットダウンで閉鎖されて、コロナでシャットダウンしてからずっとおばさんの家にいたんだけど、おばさん、まあ結構毎日その、政府の記者会見を、なんか見てて、で、僕も一緒に見てたんだけど、なんか大統領が出るために言ってることとやってることで、あとまあ、その言ってることを果たして、まあ、なんだろう、正確な情報なのかっていうのにすごい、なんだろう、疑問というか疑念が湧いてて、で、すごい不安な思いが、思いをしたっていうのがすごい僕は印象に残ってる。ああ、なるほどね。確かに大統領の一言一言の責任ってすごく思うよね。記者会見見ててもすごいそう思うしさ。なんか、すごいそれに基づいて話したいことがあるんだけど、その前にジオは、アメリカの中でもどこに留学したんだっけ？何州？僕はバージニア州。どこら辺？ワシントン DC から4時間ぐらいバスで、走ったら着くかな。そう。あれよね。東海岸の、なんか、ニューヨークより南で合ってる？まあ、なんか、北部とか南部とか西部とか、そういったくくりで言うと、まあ、南部に。そっか。南部、で、民主党、共和党系かっていうと、まあ、わからない。なるほど。共和党に行く年もあれば、民主党に行く年もある。で、ちなみに今年は、民主党になってた、大統領選挙では、バージニア州は。そうで、結構歴史的な、州で、まあ僕が行った大学は結構歴史的なところで、その全米で2番目に古い大学で、で、バージニア州自体は、まあアメリカ人が最初に、そのイギリスからアメリカに、移民として来たりが初めて生活し始めた場所で、結構歴史的な建造物とかが多くて、で、僕の大学の周りも結構そういったものが多かったから、散歩がてらに、まあ、なんか、ね、観光ではないけれど、ちょっと見て回るってことは、たまにしてたかな。なるほど。知らなかった。バージニアってアメリカの始まりの州みたいなそうそう、始まりの。すごいね。そう。面白そう、歴史的な、なんか、そう。で、僕歴史好きだからさ、結構楽しかったね。で、僕が行ってた、その大学は、ウィリアム・メアリー大学って言って、その大学は、大統領が3人出てる大学なのね。そう、トーマス・ジェファーソンで独立宣言を書いた人、で、あと、一人忘れた、結構影薄い人で、もう一人が、ジェームズ・モンローって有名なモンロードクトリーを発表したっていう。そう、まあ多分日本の教科書を習う人が2人ぐらい出てる大学です。そう。で、その大統領のモニュメントが、まあ大学の各地にあって、各地というか、至るところにあって、そう、なんかすごいなんか歴史の中を生きているんだなって、その中で勉強してんだなってすごい実感してね。僕は、まあ、それは楽しいと思ったらなかなか少ないと思うけど、僕は、なんかいいなと思って生活した。そうだね。ぜひ、ジオのように、JFK のように、大統領が3人過去に出た大学に留学をしたい方は、ぜひ、ウィリアム・メリー。はい。また相談してください。で、俺、フロリダ、理解ってたじゃん。ね、フロリダ行ったことないから、どういうとこか、ちょっと説明してほしいんですけど。はい。ですね、私が行っていたフロリダ州のタンパ市っていうところがありまして、なんか、そのフロリダ州がそもそもアメリカの右下にあって、なんだろう、ちょっとアメリカの、地図を見たときに、なんか右下で引っ張ってね、みたいな。あれがフロリダでして、で、タンパはそのうちの、西海岸、まあ左側にあって、比較的、もうアメリカの端っこかな？遠目で見たら、もう下らへんみたいな感じですね。で、私が行っていたそのサウスフロリダ大学っていうところは、南部にある大学の中で初めて、有色人種の学生を受け入れたっていうか、まあそう受け入れ始めたっていうところで、だから、なんだろう、その人種とかそういう問題に対してみんなすごくオープンな考えを持ってる学生がたくさんいて、で、ただ、なんだろう、と同時に、やっぱりキャンパス内にもいろいろな思想を持った人がいるから、
例えばその共和党支持者、民主党支持者とか、いろんな本当にいろんな宗教の人とか、政治思想の学生がいて、それをなんか、キャンパスに行くたび見るのがすごく面白くて、なんかそれが本当に印象に残ってるから、すごくダイバースで、で、なんか、あと学校のイメージカラーが深い緑のね、深緑。だからみんな深緑の T シャツ着てるみたいな。で、私も買ったんだけど、なんか、今まで深緑好きじゃなかったけど、その時から深緑が好きになった。いいな。俺も大学のなんかグッズ買いたかったな。あったイルメリ。あって、なんかもう、12月までいるから、別に今買わなくてもいいだろ、みたいな、ふうに思ってたから。そう、気づいたら、ね、店が閉まっちゃってて、結局キャンパスに買えなかったっていう。いや、わかるよ。しかも、その同じ理由でディズニーワールドに行き損ねた。いや、本当になんか悔しいよね。せっかくね、大統領選の年で、で、かつアメリカってほんと州によってさ、すごい色違うじゃん、もう。違う国のように違うからさ、一つの州というか、各州がさ、だからその夏休みとか、そういう、まあいろんな州を回って、まあ違いを、まあ実際に自分の目で見たかったんだけどね。そう、それができなかったのが本当心残りだなって思うのが、まあ最近、まあ今日この頃です。そうだよね。いや、わかる。ね、夏休みさ、アメリカの大学ってほとんど3ヶ月くらいで長いからさ、だから、その夏休み期間にさ、旅行しようとか、あとなんか、私の場合はディズニーに、その時たまたま友達が働いてたから、同じ大学出身ので、そういう機会ってさ、一生にあるかないかじゃん。だから、そうだよね。もっと早く行ったければよかったんだけど、チャンスをもう逃しまくってまあ、私が悪いんだけど、だから、本当にそれが心残りかな。まあ、今となってはしょうがないけど。まあ、そうだね。あ、じゃあ、ここから今日私も JFK さんに一つトピックを持ってきまして。はい。はい。聞いてないですね。台本にないです。嘘やったっけこれ。まあ、今話したように、Black Lives Matter、黒人の命は大事だの運動とか、あとコロナがさ、アメリカで1月か3月くらいから始まったじゃん。で、やっぱり大学内で、最初は対面式の授業だったけどさ、途中からオンラインになったりしたじゃん。で、なんか、そうだね、じゃあコロナと BLM とかそういったトピックをひっくるめて、トランプ政権下だからこそこうだったんじゃないかなって思ったことがあったら、シェアしてほしいかも。まあ難しいね。例えばだよ。例えば、私だったら、3月くらいにさ、フロリダで一人、しかも大学があるその州っていうかその地域で一人感染者が確認されたのね。で、そのニュースを聞いたとき本当にびっくりして、なんかまだ一人だからって多分みんな思ったんだと思うんだけど、その時に周りのアジア系、キャンパスにいたアジア系の学生がマスクをしてる人がちらほらいたんだけど、中にはしてない人もいて、私の、中国系の友達が、なんか、マスクしたいけど、差別が怖くてできないって言ってたのね。で、ニュースでさ、トランプ大統領がその時さ、マスクは効果ないみたいなこと言ってたじゃん。で、CDC、アメリカの、略を忘れた。何の略か忘れたけど、その CDC っていうさ、保健の最高機関もさ、マスクは効果ないみたいな、マスクしなくていいって言ってたじゃん、その時。だから、マスクできなかったし、しかもなんかニュースでさ、アジア系の人でマスクしてる人でニューヨークの地下鉄で暴行を受けた人とかいたじゃん。だからすごくなんか居づらかったっていうか、そのマスク、今ではみんなしてると思うけど、その時すごく複雑な思いだった、マスクに対して。なるほどね。まあ、その観点から、まあ、僕が言えることは、なんだろう。まあ、アメリカ行って、まあ、特にキャンパスに行って思ったのが、まあなんか、保守的な人、リベラル問わず、異なる考え方に対してすごい不寛容になってきている。特にトランプっていう存在出てきてから。で、まあ、
で、まあ、なんでそういうことが起こるかっていうと、まあ、そのトランプってすごい、まあ、物議を醸す人じゃん。うんまあ、たまにその人種差別的な発言をすれば、まあ、全くなんかトンチンカンなことを言って、で、それに対して、もうリベラルの人たちは許せないのね。ああ、そうなんだ。そう。で、逆に、保守派の人たちは、もうトランプ大好きだから、もうちょっとでも、そのリベラル派の人たちが、まあそういったトランプ大統領をけなすというか、そういった発言をすると、そのなんだろう。まあ、なんだろうな。まあ自分の正しいと思っていることが否定されているような感覚して、トランプを擁護しようとするのね。で、そういった、なんだろう、右左からの、なんだろう、その、主張がどんどん強くなっていくせいで、なかなか、まあ多分、まあ、共通項というか、お互いに合意できるところがなかなか見えなくなっていくと思ってて。そう。で、なんでそういうことをなんか思い始めたかっていうと、まあ僕まあウィリアム・メアリー大学の中にある、その共和党大学生支部、共和党ウィリアム・メアリー大学支部っていうところに、まあちょこちょこ顔を出して、で、その団体はどういうものかっていうと、まあ大学生が、まあ、州内、バージニア州で、まあ、もしなんか、共和党の政治家たちとかが、まあ、活動した、それをサポートしてたり、また、そのなんか未来の共和党の政治家の候補を、なんか育成するっていうか、そういった、まあ、グループが、まあ、そのグループの名前はCollege Republicans っていうグループなんだけど、そこに僕、まあ、その興味本位で、まあ、よく顔出したので、なんか、そう、まあ、トランプを支持してる人たちがどういう人なのかを知りたくて。まあ実際に行ってみてすごい変わったのね。トランプ大統領支持者に対しての見方が。そう最初はもうなんか、わけをわからずに、なんだろう、ただノリでトランプ大統領応援してる人たちが、まあ、支持者に多いんだと思ってたけど、まあなんだろう、まあ実際、まあ、その中にいた人たちはすごい、まあ礼儀正しくて、で、まあ普通に、まあ合理的に話せて、で、まあトランプ大統領のことは、まあなんか100%合意はしてないけど、トランプ大統領が、なんか、なんだろう、持ってる怒り、なんか発信してる怒りっていうものには共鳴してて、そう。そうで、そういった、まあなんだろう、まあ端的に言うと、まああんまり、なんか極悪人とかではなかったんでね。で、だけど、まあ僕のそのリベラルの友達とかに、まあなんだろう、まあトランプで支持者どう思って聞いたらすごい拒否反応を示す人が多くて、で、そう、右と左の人たちが、なんだろう、お互いを、まあなんだろう、偏見の目で見ているっていうことを、まあ右の人と左の人と話してすごい思ったから、そう。で、その偏見というのは、まあトランプという人のせいでちょっと助長したのではないかって僕は、まあ、思うようになりましたね。なるほどね。うん。そっか、確かに共和党支持者って打ち明けられない人も実際いるよね。そうそうそで、それはおそらく民主党の支持者も同じように。そうだね。そっか。で、大学のキャンパスは基本リベラルの人が大多数だから、まあそういった大学のキャンパスの中では、共和党支持ってなかなか居づらい環境だよね。そうだね。確かに。まあでも、キャンパスってね、全員のためにあるべきなのに、居づらさを感じるっていうのはなかなか問題だよね。そう。なんかね、その共和党支持者の友達もなんで俺はこんなに言われなきゃいけないんだよ。言わなきゃいけないんだよって。そう、僕たちはもう自分が正しいと思ってることを考えてるだけなのに、それさえ否定されたら、なんかね、って言ってて、まあなんかどうしようも、なんかすごい申し訳ないというか、そういう気持ちになったのは覚えてる。確かに。かわいそうにって感じ。はい。はい。はい。まあ、いい時間じゃないですか。はい。
ジョーさん、では最後のまとめの方をお願いします。はい。もし、これから、この JFK の、JFK チャンネル、JFK のポッドキャストを取り上げてもらいたいことがあれば、コメント欄なり、に、やってほしいテーマを投稿してください。はい。で、あと、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。はい。また来週皆さんお会いしましょう。